こんにちは。スタジオ73の木村です。グーパスっていうサブスクサービスがあるんですけど、僕は登録してるんですけど、フォトウォークセットっていうんで、普通1個なんですよね。カメラボディ1個とかレンズ1本とかで月額段階があるんですけど、これね、月額1万円のレベル2のやつでレンズ2本ついて、フォトウォークにおすすめのセットっていうので載ってたんですよね。このトキナの ATX-M の 33mm と 23mm がこう1万円のコースで2本ついてくるっていう、お得じゃんと思って、こう普通1個なんで1万円のコースで普通1本なんで片方ずつみたいにしか借りられないんですけど、このセットがねいいなと思って借りたんですよね。なのでここにねグーパスってこうでカメラなんていうんですか、こうデザインを邪魔しない素敵なシールが貼ってあるんですけどでどっちも借りてるんですよね。月額のサブスクで一回借りたらどんだけでも交換できるし、送料とかかからないで交換しまくれるし、気に入ったらずっと使ってていいんですよね。そういう感じで借りちゃったんでレビューしてみようかなっていう感じなんですよね。かなり前にこちらのビルトロックス、ブログのなんか記事とかで、これが OEM なんじゃないのとかって言われたりもしてますけども、そのビルトロックスの 33mm もレビューしたことがあって、でビルトロックスはここにね赤い文字とビルトロックスでデカデカと金で書いてある文字が書いてあるのが嫌で、僕はこうテープ貼っちゃってこれで折りまして、でそのビルトロックスはね、実はねこれ事故ってですね、わかりますか？割れちゃったんですよ。はい。なので、もうほんと、割れたレンズは割れたレンズで絞って逆光の出方が特徴的になるんで、特殊レンズとして使い続ければいいと思うんですけど、割れてしまいましたよっていう感じで。で、こっちが、トキナ。で、こっちはビュートロックスで、OEM 似てるんだけど、で、レンズ構成もほとんど一緒って、多分全く一緒で、その辺はちょっと定かじゃないんで僕はわかんないです。で、こっちは3万円ちょっとで、こっちが5、6万円ぐらいで、2万円ぐらいの差があるんですよね。で、外観似てるけど、ちょっとここの厚さとか、あとここのね、角度とかが実は違う。で、その変なデザインじゃないかっこいいデザインですよっていうところで、違う代物です。厳密に全く一緒ではないですっていうのが、僕が言えることですかね。はい。ここのフォントのサイズとかもちょっと違う、実は。なので、レンズキャップとかも、レンズフードとかも、はまらない。違う規格ですね。途中まではもしかしたら一緒かもしれないけど、違うものですよっていうのは思います。で、ビルドクオリティ的な面で、ファーストインプレッションがもう全くその違うものだなっていうのが思ったところ。なので、こっちの話はこっちの話で別の動画の方でやってるんで、そっちを見ていただければ。割れちゃったんで、サイドバイサイドで比較はできないんですけど、外観は、違う。似てるけど違うものですっていうのと、あと、この辺のクリック感とかも、違う。はい。この絞りリングも、このフォーカスリングの硬さとかもこっちは硬いんで、やっぱりビルドクオリティ的にはこっちの方が高いなっていうのがファーストインプレッションですね、僕が。思った。だから、似てるじゃん。同じじゃないのみたいな。で、なんで2万円も健康時なの高いのみたいな。ぼったくりじゃないかみたいな、思う人がもしかしたらいるとしたら、多分持ってみればわかるけど、違うものですよっていうのは僕は思いました。はい。その2万円、3万円の、価格差に相当するものはちゃんとありますねっていうのは思いましたね。っていう感じで、ビルドクオリティ的なところを見てみましょうか。レンズキャップがですね、トキナってブルーの文字で書いてあって、撮ってみると、ここが口径が 52mm なんですよね。うん。だから、例えばなんだろうな、1855。これ1855が 58mm なんで、
ND とかつけたい、結構動画で使う、これオートフォーカス早いから、ND とかで使いたい場合は、ステップアップで、58とかには、52mm です、ここ、口径が。はい。で、フードが、金属のフードが全部ついてるんで、これつけてみましょうってことで、こういうとこのね、ギミックがね、すごいしっかりしてると思います、僕は。はい。ちょっと暗いかもしれないから開けますね。なので、こうレンズフードしまえるっていう感じ。で、ここの着脱はすごいしっかりしてるし、デザイン的にもこう金属なんで、全く同じ材質なんですごいいいですよっていう感じですね。はい、サイズ感は、そうだな。1855となんか一緒ぐらい。フードつけても一緒ぐらい。スマホと比べると、これ10Rなんで大きいサイズなんですけど、だいたい重なるぐらいって感じですかね。なので、こう、サイズ感的にはですね、ちょうどいいんですよね。と思います。で、23mm の方も、同じく、ビルドクオリティ的にはまあ一緒っていう感じ。だから多分 56mm も一緒ですよね。サイズ感さ、揃えてんですよ。だから、こう、セットですごいいいと思います。なんかそんな感じ。やっぱり動画とかで使うときに、こう、全部サイズ一緒で3本揃ってるから、もう3つとも買っとけば、なんかいいかなっていう。で、やっぱり一番大事なのが、こう 1.4 始まり。なので、APS-C のセンサーサイズでも 1.4 はね結構十分にボケるかなっていうふうに僕は思います。この 23mm であっても。はい。どのぐらいのそのボケ感が欲しいかっていうのは人にもよるんですけど、僕は動画をメインでやってる分にはAPS-C スーパー 35mm でも 1.4 あれば結構もうしんどいかなみたいな。広角だったらいいけど、だんだん中望遠とかになってくるともう 1.4 超しんどいっすみたいな感じなんで。っていうところですね。だからちゃんとぼかせますよっていうのは僕は思います。はい。そんな感じですかね。で、23mm と 33mm、フルサイズ換算すると 23mm は、35mm ぐらい。ちょい広角。50mm が標準レンズっていう風に、フルサイズで換算しますけども、標準レンズに、その 50mm に相当するのはこの 33mm ですね。はい。で、23mm っていうのはちょい広角。換算 35mm、35mm 換算 35mm ぐらいの感じで、ちょい広角なんで、スナップにはもしかしたらこっちの方がいいんですよね。なんか、標準こっちなんだけど、なんかこう街歩きしてそれをフォトワークで撮るって時に、景色を収めやすいのはちょい広角の方がいいです。で、23mm は僕はめちゃめちゃ好きです。はい。個人的に。はい、ワイドすぎず、かといってこう詰まりすぎずみたいな。だからこれは一個の何かを撮るときみたいな。で、こっちが景色ちょっと広めに撮りたいとかっていう時って感じに、フォトウォークにおすすめセットって感じだと思います。はい。じゃあ、まず、23mm の方がカメラにつけてみましょうか。でね、ここの丸ポチがちょっと、見づらいなっていうふうに僕は思いました。最初。で、ここのね、全部金属製なんですよね。わかるかな。だいぶこう、マッチングとしてはすごいマッチングっていうのかな。かっこよさで言うと、だいぶかっこいいと思います。で、なんて言うんだろう。かっこいいなって思いますっていうぐらいかな。なんか、もう純正レンズと見まごうぐらいの、なんてフィット感というか、サイズ感も含めて良いのではというふうに思いますね。で、下に、ここに 0.3 メートル、0.99 フィートで 23mm の方が書いてあるんで、結構寄れるってことですよね。33mm もちょっとつけてみますか。こちらも大体同じような印象かなと思います。すごく、フィットしてて、いい感じかなと思いますね。ちょっと緩いかな。ここのフォーカスリングが、こっち 23mm の方のこことこっちでちょっと緩いかな。絞りリングはね、これね、すごい、しっかり、絞りリングデクリックで、こう、クリックがカチカチってならない、スムーズにいくタイプで、この、
スムーズに、ただこうしっかり止まる。しっかり止まって16まで行って、オートで、ここでプチクリックがある。この16まで行って、16の時にプチクリックがある。ただ、こう、なんか間違って、結構絞り、この、軽くないんで、どっちかっていうと重いんで、重すぎるかなぐらいこうしっかりこう止まってるんで、間違って開いちゃうとかはなさそうですね。で、ここのね、感じはね、すごくいい。この感じはすごくいいです。ここの絞りの感じすごいいいです。はい。ちょっと軽くつけて撮ってみましょうか。AFC とかにして撮ってみます。動画です。だいたい30センチぐらいまで寄れるんだな。だから限界が、ここまで寄れるって感じですか。わかるかな。ここまで寄れる。最短でここまでですね。ここが、だからその時に背景はかなり、もう結構寄れるから、ボケ感はこんな感じです。背景にもうなんか本とかあっても、ここまでだから、向こうにポスターとかチラシとかあるんですけど、それ全部文字は読めないぐらい。って感じですね。はい。ちょっとオートフォーカステストしてみますか。トラッキングセンシティビティ、何がプラスだっけな。とりあえずクイックにしましょうか。で、AF スピードがニュートラルにして、トラッキングセンシティビティ0。はい。の設定でいきます。なんかね、もう全く音がしない。これビルトロックスと違うと思います。コロコロもしない。なんか、コロコロもしない。すごいいいな。はい。じゃあ 33mm に変えてみます。33mm は、これもね、40センチまで寄れるはずなんで、0.4 フィートまで寄れるはずなんで。まあ、早い。動画だとオートフォーカスで使えるかなっていうふうに思います。はい。早いですね。ちょっとさっき23mm の時のトラッキングの、この AFC になってなかった、アイトラッキングになってなかったんで、ちょっともう一回 23mm 見てみましょうか。ちなみに。で、ISO がね、今オートになっちゃってるんですけど、で、まあこれはビルトロックスの方も使ってた時も思ったんだけど、やっぱりシャープなんですよ、動画の時に。で、もしかしたら、本家の X マウントよりも、その中心のシャープさっていうのは高いんじゃないかなっていうふうに思ってて、で、それがね、動画の時はね、だから画質いいみたいな感じで映せる、なるなっていうのは思います。ちょっとこれはね、ビルトロックスの 33mm を使った感想なんですけど、まあレンズ構成が似てるってところ、一緒ってところで、多分そうなんですけど、ただ、これはね、でもまた、作例と一緒にちょっと言おうかなと思うんですけど、写真の時はね、シャープすぎるんじゃないかなっていう風に人を撮った時に、動画だったら 4K で大した画素数じゃないんじゃないですか。2000万画素ないんですよ、動画。800万画素とか、そういう感じなんですよね、4K でも。なんで、いや、23ミリいいですね。ただ、周辺原稿ちょっと来てます。これ、オートコレクトはないはずです。周辺原稿来てると思います。はい、っていう感じですね。今、ボディ内手ブレ補正つけて、オートフォーカスで、ISO もオートで撮ってます。で、F1.4 で23ミリですね。おー、結構いい。手持ちで、なんて言うんだろう、動画でも、なんていうかな。ジンバルとかつけた時のレンズとしてかなりいいんじゃないかなって僕は思ってて、23ミリこれの。ただ、ディストーションですか、湾曲修正ですか。これは、適度に来てる感じですね。コレクトしてるんじゃないかっていうのは、ピシッとまっすぐにされてるわけじゃなくて、これを見る限りディストーションが少し、そのままある感じ。
なので、ただそのディストーションの感じはそんな嫌じゃない感じと思います。こういう風に自撮りした時に手を伸ばしたらこういう感じになりますね。だからこれT4 の方でノントラッククロップないんですけど、背景のボケ感、自撮りのこの手伸ばした時のアングルで、まあもちろん16mm の 1.4 とか 18mm の 1.4 の方がまあ多分自撮りメインだったら使いやすいんですけど、23mm でもまあこんな感じってところですかね。少しボケる背景が。で顔はちょうどいいというか使いやすいと思う、単焦点で。っていうのが 23mm ですね。でこれが全く同じで、33mm。音がね、なんかね、全くしない。音が全くしない。まあ、やっぱりそのボケのクリーミーさっていうかは、この 33mm の方が、なんて言うんだろう、出せますよね。ただ、結構こう、特にハンドヘルドとかで撮ってるときは、まあこんな感じという。はい。音がね、全くしないですね、どっちも。それでF1.4 で、今日外すごい暗いんですよ、雨だから。で、なんて言うんだろうな。1.4 いいですよね。今ね、シャッタースピード50分の1秒で、ISO1600 で、撮ってる感じなんですけど、こう、暗いところでも、やっぱりね、1.4 明るいから、そこはね、1.4 欲しいんですよね。やっぱり APS-C サイズだと。ってまあ僕は思うんですけど、1.4 あるとね、大いいです。ちょっとここ明るいところなんで、この時は F1.4 だったら、50、ISO200 ぐらいでギリギリ、外はでも飛んじゃうかなぐらいの感じなんですけどね。写真撮ってみましょうか。これオーディオの人とかも、こう、グッとくるみたいで、ライカは、やっぱり。なんかこう、ドイツとかヨーロッパの東欧とかの、やっぱり金属の、なんで技術ってすごいっすよね、みたいな話に、この間これ持ってたらなって、いや、ほんとっすよ、みたいな。これね、3万円ぐらいで買えるはずだからね、ただ使うのめんどくさいんですよね。フィルムの交換とかが。いやー、かっこいいな。言ってるな。かっこいいな。これ、いいな。ライカ撮るのにいいな。ギターでも撮ってみます。ギター。はい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 。っていうのが、まあ、軽くつけてみた感想でっていう感じで、このね、フォントとか結構僕好きです。で、なんだろうな、オートフォーカスが、音がもうしない。聞こえない。です。部屋の中でこう静かな環境で聞いてて、音がね、聞こえないですね。キュルキュル全然言わないですね、なんも。ぐらい。で、特に 23mm は今、手持ちで動画撮ってたんですけど、23mm もうね、超いいなってなった。23mm っていうね、焦点距離がそもそも僕は好きで、だからフルサイズ換算 35mm のちょい骨格っていう焦点距離は、あんまりね、ワイドに、これよりワイドになっちゃうともうワイドレンズだなっていう風にだんだんなってくるんですよね。パース感とかも。これ、今、スーパー 35mm で 14mm ついててこれなんですけど、だからワイドの方が便利なんですよ。こうなんか広く撮りたい時とか、自撮りする系は。で、ただ、やっぱパースがね、こう、その点こっちはね、なんか、23mm 好きなんですよね。っていう感じなんですよね。はい。軽くつけてみた印象っていうのはこんな感じで、まとめると、オートフォーカス早い、開放の時周辺傾向が来て、それオートコレクトがない、ディストーションもちょっとある。23mm の方が特に。ただし、中心がシャープで、動画の時はもうやっぱりバッチリ。AF 静か。はい。こっちはね、割れちゃったんですよね。なんかこう、光がわかりますよ。この充満の仕方。
このクロスに光が充満してしまうっていう。これ良かったんですけどね。だから特殊な時、だからクロスにこう充満させたい時にわざと、なんて言うんだろう、こう、絞るとね、また、こう、わかりやすいんですよね。こういう感じのが欲しい時にもう使うようにするんですけどね。ちょっとね、これ外装がちょっと違うんですよ、こっちとこっちと。こっちの方が、一緒なのかな、もしかしたら。このね、斜めの感じとかちょっと違うような気がするんだな、僕は。はい。作例を見ながら、まあ、トークをいきたいと思います。はい。